か。皆さんこんにちは。アンニョンガセヨ、風花です。今回はまずお知らせがありまして、 YouTube の歌ってみた動画をこれまで木曜日にアップしていたんですが、先週から水曜日に変更しています。以前はポッドキャストと歌ってみた動画を同じ日にアップしていたんですけど、1日に2本動画が上がってしまうと2本目のインプレッションが下がることが多いので、ちょっとそういう理由で日を分けてみました。なので水曜日に YouTube の歌ってみた動画が上がって、木曜日ポッドキャスト、金曜日には字幕入りの見えるラジオが公開というスケジュールになります。月曜火曜はカラオケ動画をアップすることが多いので、ほぼ毎日何らかの動画が上がることにはなるんですけれども、ぜひ YouTube の方もチャンネル登録をよろしくお願いいたします。さて今回はドラマシークレットガーデンの OST でソン・シギョンさんの君は僕の春だ、너는 나의 봄이다という曲をカバーして紹介します。2月3月はこすり企画と称して、これまでの放送で人気があった歌手の曲をさらに紹介するという企画をしているんですが、今回はその中でも目玉企画です。やはり日本で最も精力的に活動している韓国バラード歌手といえばソン・シギョンさんなので、この番組の視聴者さんにもソン・シギョンさんのファンの方が多いですし、シークレットガーデンもね、日本でも非常に人気のあるドラマですからね。さらに季節もちょうど春ということで、今回はこの曲を紹介することにしました。ソン・シギョンさんの最近の話題といえば、来月4月に日本ツアーがあるんですよ。4月9日の福岡公演を皮切りに、広島、大阪、京都、東京、名古屋と順にツアーをしてくださるんですね。私はファンクラブの選考で大阪公演のチケットをゲットいたしました。今回はね、夫と一緒に行く予定なんですけれども、本当に楽しみにしております。そして今月末からまたね、一般発売があるんですよ。でもしリスナーさんでシギョンさんのコンサートにちょっと興味あるけどどうしようかなと迷っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ行ってみることを強くお勧めします。本当に上手で本当に楽しいですから、絶対後悔しないです。もうお値段以上をね、保証しますんで、ぜひ行ってみてください。韓国でのシギョンさんのコンサートの規模を考えたら、日本のコンサート会場はまだ小さめなので、こんなに近くでシギョンさんを見られるのはそもそもね、ミラクルなんですよ。そしてそれもね、今のうちですよ。日本での人気がどんどん伸びていったら、もっと大きい会場になりますからね。ファンとしてはもちろんそれも嬉しいですし、後押ししたい気持ちもあるので、今の規模は今のうちにですね、しっかり楽しんでおきましょう。シギョンさんはとても日本語が堪能ですけれど、それでもね、外国での公演って準備も大変ですし、移動やスタッフの人件費など考えたらですね、正直韓国で大規模公演をする方がずっと収益性は高いと思います。それでも日本のファンへの愛と日本での活動に挑戦する気持ちで来てくださると思うので、全会場が満員のお客さんになるといいなと思ってます。で、私もね、微力ながら宣伝させていただきました。概要欄にコンサートの情報のリンクを貼っておきますので、ぜひご覧になってみてください。では続いて今日カバーする曲の話題に入っていきます。以前ペクジヨンさんのクヨザその女という曲をカバーして、でこの曲もシークレットガーデンの OST だったので、その時少しお話ししたんですけれども、シギョンさんがこのドラマの OST に参加することは実は最初から決まっていたわけではなかったそうなんですね。ドラマが中盤に差し掛かった頃に急遽シギョンさんにね OST の依頼が来たそうなんですよ。でしかもシギョンさんは普通に視聴者としてシークレットガーデンを見てたらしいんですね。そしたら監督さんからちょっと2週間後のシーンで使いたいから曲を作って歌ってくださいという依頼が来たそうなんですよ。
この曲はシギョンさんご本人が作曲されているんですけれども、その依頼が来てから急いで作曲して、作詞家さんに歌詞を書いてもらって急いでレコーディングしたそうです。とんでもないタイムスケジュールだったと思いますね。でもそれを聞くと、シギョンさんがドラマを事前に見てたのは良かったと思います。すでにね、ストーリーや雰囲気を把握した状態で作曲が始まったというのはね、大きかったと思いますね。私はこの曲が大好きなんですけれども、実はシギョンさんの曲の中でも結構衝撃を受けた一曲なんですね。まず全体的にね、結構静かな曲なんですよ。私は歌う時の声量をイメージするのに、IH コンロのメモリってわかりますか？IH って弱火123、中火456みたいにメモリがついてるじゃないですか。IH のメモリを想像しながら声量を調節して歌ってるんですけれども、この曲は使う声量のメモリがだいたい中火ぐらいなんですよね。で、ほとんどが弱火の範囲内でコントロールする感じになるので、小さい声で繊細な表現をするためには、よりその声量のメモリを細かく 0.5、1.5 とか刻んでいく必要があるんですね。なのでそういう意味で本当に難しい曲なんですよ。でもこういう繊細さで勝負できるようになると、声帯に強い負担をかけなくて歌える曲なので、喉の健康にはいいんですね。なので歌手生命が伸びるだろうなと思っていて、そういう意味でも身につけたい技術の一つなんですね。で、最初にバラードの工程としてシギョンさんを紹介したトーク会でもお話ししているんですけれども、シギョンさんはすごく声量があるんですけれども、そのパワーだけで勝負しない歌手と紹介したんですね。比較的小さい声で繊細に、そして緻密にコントロールしながら歌う技術が非常に高いんです。で、私は本当にそこが大好きで、特にね、歌手として尊敬しているポイントでございます。ちょっとマニアックな曲にはなるんですけれども、2008年に発表された여기내 맘속에 Here in my heart という英語タイトルがついているアルバムに당신은 참、これはね、英語タイトルでは You are so... という題名になってますけど、この曲が入っていて、この曲がね、もう本当に一曲ずっと永遠に弱火で歌うっていう曲なんですけれども、初めて聞いた時に衝撃を受けましたね。で、特にこの時期に聴いていたバラード曲といえば、悲しみを絶叫する系が多かったこともあって、小さい声でこんなに歌えるんだ、すごいなと思ったんですよね。で、こちらの音源もね、 YouTube で公開されてますので、これも概要欄にリンクを貼っておきます。で、そしてですね、今日カバーする曲、君は僕の春だの何が衝撃だったかっていう話に戻るんですけれども、いつもシギョンさんの話題になるとちょっとマニアが加速する傾向があって、前置きが長くなってしまって申し訳ないです。で、この曲はですね、全体的に静かで声量を抑えて歌う曲なんですけれども、さらにサビの入りで音程がぐっと下がるという特徴があるんですよ。普通は A メロ B メロとだんだん音程が上がって音量も上がって盛り上がっていってサビ絶叫というパターンじゃないですか。で、この曲はA メロ B メロよりもサビの最初の入りの音程が低いんですね。なので表現においても定番のパターンでは消化できない曲なんですよ。で、私は最初にこの曲を聴いた時にシギョンさんご本人が作曲したということを知らなかったので、いや、こんな難しい曲を歌手に歌わせるなんて、作曲家鬼だなと思ったんですよ。でもこの難しい要求にも応えられて、本当にシギョンさんすごいなと思ってたんですけれども、後で自作曲と知ってですね、さらに驚愕したんですよ。ド M なのかなと思って、いや、それは冗談なんですけれども、やはり自分が歌う前提でこのメロディーラインを作れるっていうのは圧倒的な実力があるからだろうなという点ですね。それから歌唱力が高いと既存の型にとらわれずに自由な表現ができるんだなという点でもね、素晴らしいと思った楽曲です。本当にシギョンさんだからこそ作れて歌える曲だと思いますね。では続いて歌詞の内容紹介に入っていきます。で、この曲はね、歌詞も素晴らしいんですよ。イ・ミナさんという作詞家の方が作詞されているんですけれども、ドラマの世界観とも非常によく合っている歌詞なんですね。
ちなみに以前カバーしたトッケビの OST でエイリーさんの初雪のように君へ行くという曲がありましたが、この曲もねイ・ミナさんの作詞なんですね。でこの曲もトッケビの心情がよく綴られている歌詞でしたので、やっぱこういった世界観とよく合う歌詞をね得意とされている方なのかもしれないですね。では君は僕の春だ너는 나의 봄이다の歌詞を紹介していきます。今日は1番の歌詞を紹介しますね。어쩌자고 난 널 알아봤을까? どういうつもりで僕は君に気づいたのだろうか。と어쩌자고 난 너에게 다가갔을까? またどういうつもりで僕は君に近づいたのだろうか。떠날 수도 없는 이젠 살こともできない今は너를 뒤에 두고 걸어도君を後ろに置いて歩いても보이는 것은 네 모습뿐인걸見えるのは君の姿だけだという歌詞で始まります。この最初の出だしね、어쩌자고どういうつもりでっていうところがね、まさにドラマの世界観ですよね。なんか普通に生きてたら出会わないような2人が出会ってしまったっていうところからね始まるドラマですから、その雰囲気がよく出ています。続いて B メロの歌詞を紹介します。언젠가 네가 했던 아픈 말いつか君が言った辛い言葉서로를 만나지 않았다면お互いに出会わなければ덜 힘들었을까? それほど辛くはなかったんだろうか。너는君はという B メロです。この덜 힘들었을까っていうところの덜っていうのが辛さ控えめにしてくださいっていう時に덜 맵게 해주세요って言うんですけど、その덜ですねちょっと少なめにっていう意味です。続いてサビの歌詞に行きますね。울고 있다泣いている참고 있다耐えている고개를 든다顔を上げる아프게 웃는다辛そうに笑う노을빛 웃음夕焼けの光のような笑顔が온 세상 물들이고 있다世界中を染めている보고 싶다会いたい안고 싶다抱きしめたい네 곁에 있고 싶다 아파도君のそばにいたい辛くても너의 곁에 잠들고 싶다君のそばで眠りにつきたいという歌詞なんですね。このあたり結構日本人には難しい発音がいっぱい出てきます。ムルドゥリゴ言ったとかですね、なかなか言いにくい発音も多い歌詞でございました。では曲を聴いてみてください。ソン・シギョンさんの君は僕の春だという曲をカバーしました。はい、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノ1本で作っております。個人的に今回のピアノアレンジはね気に入っているんですよね。この曲は歌詞の世界観とも相まって春の光景が目に浮かんできます。個人的には特にサビのメロディーラインから散った桜の花びらが路上に吹き溜まりになっていることってありますよね。でそこに春風が強めに吹いてきてもう一度花びらがふわっと舞い上がるような光景をね連想するんですね。春はいろんな植物が芽吹いて命のエネルギーを感じる季節でもありますので、静かな中に伴奏でうねりを作って表現してみました。シギョンさんがご自身の YouTube チャンネルでこの曲を歌っている歌唱動画もあってですね、そちらもとても素晴らしいので概要欄にリンクを貼っておきます。今日はリンクをいっぱい貼るんですけれども、ぜひ皆さんお時間があったらチェックしてみてください。シギョンさんがですねこの曲を歌う前に나는 현빈이다って言うんですよ。僕はヒョンビンだと、길라임을 사랑한다、キルライムを愛してるんだって言ってですね気合を入れるんですよね。しっかり曲に感情移入するために自分に言い聞かせている感じなんですけれども、そこも見どころなんでちょっとチェックしてみてください。そんなわけで YouTube に歌ってみた動画が昨日上がっておりますという言い方になるんですけど、なんかこのアフタートークはちょっといまいちなんで次回から考えます。昨日も上がってるのでぜひ見てください。で YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。
概要欄の質問箱からメッセージや質問、リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。ちょっと長い。